はい、皆さんこんにちは。今日はルート間隔を空けた時の溶接をする際の隙間がとても広い場合の溶接方法を紹介していきたいと思います。どうしても仮付けをした段階で隙間が広くなってしまう時ってあると思うんですけど、その場合ってとても溶接が慣れていないと難しいと思うのですが、今回紹介する方法を使用してもらえば隙間が広くても綺麗に裏波は出せますし、 RT 検査にも問題なく通りますので、ぜひ参考にしてみてください。で、今回鉄とステンレス両方とも隙間を6ミリぐらい開けるのですが、それが7ミリや8ミリだとしても同じ方法で溶接できますので、今回は6ミリで溶接をしていきたいと思います。で、まず最初に鉄を溶接していきたいと思います。で、今回1、2、3層溶接するのですが、3層目は前回紹介したこちらの動画の自作ジグを使用して溶接をしてみて、鉄でもどれくらいビードが光るのかを見ていきたいと思います。で、その後にステンレスの溶接をしていきます。で、少しいろいろな角度からの撮影をしましたので、よければ最後まで視聴してみてください。それと鉄とステンレスどちらも最終つなぎができないという方もいましたので、最終つなぎも写していますので参考にしてみてください。で、ステンレスの方も自作ジグを使用して高電流でストレートで溶接していきたいと思います。鉄の方は高電流でウィービングをして溶接をしています。で、今回動画時間の方少し長いですが、隙間が広い時の溶接映像や4分割でのつなぎ方などいろいろと紹介していますので、よければ最後まで視聴してみてください。それでは実際に溶接映像を見ていきたいと思います。こちらが今回用意した鉄のパイプです。板厚の方が5ミリぐらいだったと思います。で、隙間の方は約6ミリ隙間を空けた状態で溶接をしていきます。で、仮付けを終えた外観がこのような感じです。隙間が広いので仮付けはアークを切りながら留めています。で、今回の裏波の出し方のトーチの動かし方なんですが、このようにゆっくりと左右に棒を引っ張りながらなじませていく方法で溶接をしていきます。この次に棒の送り方を紹介します。棒の送り方なんですが、タングステンの向きに合わせてこのように左右に溶接棒を入れていきます。こうすることで両端きれいに裏波が出てくれます。片方だけや真ん中だけだと隙間が広いので棒が途切れてしまったり、綺麗な裏波を出すことができないので、このようにタングステンの向きに合わせて左右に棒を送り続けてください。で、棒はなるべく途切れないように常にプールに棒が入っている状態をキープしながら溶接をするようにしてください。で、今回ポジショナーを使用して回しながら溶接をしていますが、この方法は全ての姿勢で使えますので、ぜひ試してみてください。で、タングステンの長さは7ミリぐらい出した状態で、ノズルは8番を使用して溶接していきます。それでは溶接映像を見ていきたいと思います。まず今回クレーターは反復で、ルート面は 0.5mm で、溶接電流は隙間が広いので低めの 90A で、使用している棒は 2.4mm で溶接をしていきたいと思います。で、今回は動画用なのでゆっくり確実に溶接をしていますが、もっと素早く溶接ができるよという方は電流をもう少し上げて同じような方法で溶接をしてもらえばいいと思います。で、今の映像のようにアークを出して同じように棒も動かして一番端までたどり着いたらアークを切って、また反対側に向かっていくという方法を繰り返しています。棒と一緒にタングステンが端についたらアークを一度切って少し冷まして、また反対側に同じことを繰り返しています。こうすることで隙間が広くても棒も途切れないし、貝先も溶け落ちないし、綺麗に裏波を出すことが可能になります。で、仮付けのたびにつなぎがうまくいかないという方が結構いましたので、この映像の仮付けとのつなぐ際の溶接方法を参考にしてみてください。つなぐ際は少し前で僕は棒を一度離し、少しずつ棒をちょんちょんと入れて裏波をつなぐようにしています。つなぎ方はいろいろ方法があると思うので、いろいろ試してみてください。で、90A で今回溶接していますが、板厚が厚くなるともう少し電流を上げてもらえばいいですし、SGP のガス管など板厚が薄い場合は
もう少し電流を下げて同じような方法で溶接をしてみればうまくいくかなと思います。でタングステンが短すぎると溶接はしづらいので、しっかりとルート面を狙えるようにタングステンは少し長めにしておいてください。で使用している棒が 2.4mm なんですが、 3.2mm や 2mm でも大丈夫です。ただし 3.2mm は途切れないように送り続けていると裏波が出過ぎてしまいますので、あまりおすすめはしません。なので 2mm でしっかりと送りながら両サイドの溶接をしていくか、 2.4mm で少しずつ送りながら溶接をしていくという方法をおすすめします。この広い隙間を普段の 3mm ぐらいの隙間と同じような溶接方法で溶接してしまうと、裏波が出過ぎてしまったり、棒が途切れて溶接にならなかったり、ほんと綺麗にするのが難しいですので、この方法だと簡単なので、隙間が広くて綺麗な溶接ができないという方や、 RT 検査なのに隙間が広くなってしまっている場合などは、ぜひこの方法を取り入れてほしいなと思います。現場の溶接でももちろん隙間が広い場合にこの方法は使えます。で棒は基本的には途切れないように、このように常にプールに棒が入っている状態を維持するように心がけてください。棒が途切れてしまうと裏波に段差ができてしまったりして少し見た目が悪くなりますので注意してください。もう少しで最終つなぎになりますので、最終つなぎの方法もよく確認してみてください。最終つなぎはこのように最初のビードとくっつく前に棒を一度離し、このように少しずつ炙りながら棒をちょんちょんと入れて裏波をつないでいます。こうすることできれいに裏波をつなぐことができます。はい、これが1層目を終えたビード外観です。このような感じでしっかりと端から端まで溶接ができていますので、次は裏波の状態を見ていきたいと思います。裏波の状態がこのような感じです。隙間が広くてもこのようにある程度綺麗には裏波を出すことができますので、ぜひこの方法を試してみてください。一番上が最終つなぎの箇所になります。それでは2層目を溶接していきたいと思います。スタートの少しの間だけ撮影の方がちょっとできていなかったので、少し走った状態からの映像になります。で2層目は電流は 150A に上げて、2層目で高さをしっかりと出したいので 3.2mm の棒を使用して溶接をしていきます。2層目はもう両端の貝先までしっかりと振って溶接をしていけばいいと思います。よもりはこの時になるべく辛い位置まで上げていると3層目の溶接が薄く走れてきれいに仕上げやすくなります。なのでなるべく辛い位置に仕上げれるように僕は2層目を溶接するように心がけています。であまり棒を送らないでいいように 3.2mm を使用していますが、 2.4mm でしっかりと棒を送りながら2層目の溶接をしても大丈夫です。で 3.2 を使用する場合は少し電流を高めにしないと溶け込み不良などが起きても怖いので、少し電流は高めにしておいてください。2層目は3層目でビード外観の方は見えなくなりますので、もう酸化させないことと、なるべく幅を両貝先できれいに留めるということを意識するようにして溶接をしてもらえばいいかなと思います。それとよもりが低くなりすぎないようにということを注意して溶接をしてください。でこれが2層目のビード外観です。このような感じで幅も揃っていますので3層目の溶接がしやすいかなと思います。ただ今回隙間の方が広かったので、最終層のビード幅もある程度は必要になってきますので、高電流のウィービングで切りながら溶接をしていきたいと思います。でこちらが3層目の溶接映像なんですが、クレーターは反復で電流は 210A で使用している棒は 2.4mm、 自作ジグでウィービングをしています。で使用している棒が今は2層目が辛い位置に仕上げれましたので 2.4mm ですが、2層目が低くなってしまった方などは 3.2mm の棒を使用して溶接をすると
簡単にヨモリが出せるかなと思います。で、今回はローリングなどの動画はたくさん出していますので、自作ジグを使用して鉄でもビードが光ったりするのかなというのを検証してみたく、自作ジグを使用して溶接をしています。で、今のこの光電流の切りながらのウィービングの溶接方法は自作ジグなどは関係なく、普通に仕上げの溶接としても使えますので、よければこの方法も試してみてください。切りながらの光電流ですので、とても幅は揃えやすく簡単に溶接ができる方法です。右と左の貝先にしっかり幅を合わせて溶接をしていくと綺麗な見た目になりやすいです。この方法は電流が低いと2番があまり揃っていないような見た目になりやすいですので、電流は少し高めの方が見栄えはペタッとした感じになって綺麗になりやすいです。ただ、あまり1箇所で炙り続けて時間をかけてしまいますと電流が高いので裏波の方へ溶け落ちてしまうことがありますので注意してください。で、この方法ももちろんポジショナーを使用せず4分割や現場付けのようにオールポジションの方法でも使用することができます。はい、こちらが自作ジグを使用しての切りながらのウィービングのビード外観です。このような感じで鉄でも自作ジグを使用すると綺麗な色になることができました。鉄では光らないのかなと思ったのですが、鉄でもこのように光ったのでなかなか見ることのないビードになったかなと思います。よければ自作ジグの紹介動画も視聴してみてください。気になることなどありましたらインスタグラムかメールの方で問い合わせの方をお願いします。それでは次に 6mm の隙間でステンレスの溶接をしていきたいと思います。で、ステンレスを溶接する際はこのようにテープなどを使用して隙間を蓋してください。そうすることできれいにバックシールをすることができます。僕は裏波の状態を確認したい時がありますので透明のセロハンテープを使用しています。で、トーチの動かし方なんですが、先ほどの鉄と似ていてこのように両サイドへ引っ張りながら溶接をする方法で溶接をしています。ただ棒の入れ方や少し溶接方法が違いますのでそちらを今から見ていきたいと思います。クレーターは反復でルート面は 0.5mm、 溶接電流は低めの 70A、 使用棒径は 2.4mm です。ステンレスで隙間が広い場合の溶接方法なのですが、片方だけに今の映像のように棒を入れたらもう片方へなじませるという方法をするときれいに裏波を出すことができます。片方に棒を入れたらそれを反対方向へなじませるというのを繰り返していけばいいです。鉄の場合は電流をある程度上げないといけないのでこの方法だと裏にすぐに溶け落ちてしまったりするのですが、ステンレスですと電流が下げれますのでこのように反対方向へなじませるということが可能になります。逆にステンレスの溶接で先ほどの鉄のような方法をしますと裏波が出過ぎてしまう可能性がありますので、こちらの方法が簡単かなと思います。こちらの方法でもしっかりと裏波は出せますのでこちらの方法を僕的にはおすすめします。で、この時に注意してもらいたいのが、片方に棒を入れたら反対側まではアークを切らずになじませてください。棒を入れてすぐにアークを切って反対側でアークを出すということをしてしまうと裏波がとてもガタガタになったりして綺麗にならないので、棒を入れたらアークは切らずに反対までしっかりとなじませてください。で、反対側でアークを切ってもう反対側でまたアークを出して棒を入れてなじませるというのを繰り返してください。で、こちらが途中経過なんですが、1mm だけ縮んで 5mm ぐらい隙間がある状態になっていました。で、途中経過の裏波はこのような感じです。こう見るととても裏波が出過ぎているように見えますが、後で裏波の高さの方も見ていきたいと思います。それでは続きの溶接をしていきます。で、ところどころでリブを外すためにアークを切っていますので、つなぎ方などもよく見てみてください。
でこちらの使用棒径ですが、 2.4mm だと少なめの棒で溶接をすることが可能で、 2mm だともう少し棒をしっかりと送ってもらえば同じような溶接方法で溶接することができます。どちらか使いやすい方の棒を使用してもらえばいいかなと思います。僕はなるべく棒が長持ちしてほしいのと、棒をたくさん送るのが少し面倒なので 2.4mm を使用しています。ただ棒がくっついてしまったりするような方は 2mm の棒を使用する方が使いやすいかなと思いますので、アーク調に少し乱れがあったりして棒が途切れやすい方などは 2mm の棒を使用することをお勧めします。でステンレスは少し隙間が広いと今の映像のように時間がかかってしまいますが、電流はこれ以上上げすぎないようにした方がいいかなと思います。もう上げすぎてしまうとこの方法でも反対側へなじませる前に溶け落ちてしまって全然前に進まなくなりますので、低めの電流で溶接してあげてください。でこの方法ももちろん RT 検査には通りますので、隙間が広い場合の溶接にはぜひこの方法も使用してみてください。もう少しで最終つなぎになります。最終つなぎの方法はステンレスも鉄とはまた違う方法ですので注目してみてください。最終つなぎの方法なんですが、電流を 150A に上げて、このようにプールが揺れ始めたら棒を少しずつちょんちょんと垂らしていって裏波をつなぐように僕はしています。この方法ですとグラインダーでビードを削らなくても綺麗に裏波をつなぐことができますので、この方法もぜひ試してみてください。でこれが1層目のビード外観です。で裏波はこのような感じになっています。隙間が広くてもこのようにある程度高さの揃った裏波を出すことができますので、先ほど紹介した方法もぜひ試してみてください。これだと RT 検査もバッチリ通ります。それでは2層目を溶接していくのですが、2層目を溶接する際はこのようにワイヤーブラシなどで磨いてあげると2層目の溶接がとてもしやすくなるので、今回磨いて溶接をしていきます。はい、クレーターは反復で溶接電流は 150A、 使用棒径は 2.4mm で自作ジグを使用して高電流のストリンガー砲で溶接をしていきます。でこちらの方法での棒の入れ方なんですが、今の映像のようにプールが広がったらちょんちょんと棒を入れて切りながら進んでいく方法と、今の映像のように棒をつけたままにして切りながら溶接をしていく方法があります。これはどちらでも大丈夫なんですが、棒をつけたままの状態の溶接方法の方が簡単なのですが、こちらの方が少しビードが焼けやすいです。今回は自作ジグを使用してますので焼けには変わりがないですが、普通のノズルだとこちらの方法の方が少し焼けます。でちょんちょんと棒を入れていく方法の方が焼けの方は少ないです。ただ高さの安定感が棒をつけたままの状態よりも少し悪いかなと思いますので、どちらか自分のやりやすい方法で試してみてください。でこちらも鉄同様、あまり同じ場所で炙り続けると裏波に湧いてしまいますので、プールが貝先幅まで広がったらすぐにアークを切って次に進むようにして溶接してみてください。こちらの方法はローリングをするよりもかなり早いですので、こちらの方法もぜひ試してみてください。でこれも鉄同様、汚りが低くなったなと思ったら 3.2mm の棒を使用してもらえばいいですし、汚りがつらい位置まで上がっているのであれば 2.4mm の棒などを使用してもらえばいいかなと思います。で今回使用しているパイプは板厚 3mm ですので、
JIS の溶接資格 TN の P を受講される際もこちらの方法で仕上げを溶接しても全然問題ないですので、よければ試してみてください。でこちらが自作ジグを使用しての2層目のビード外観になります。今回は1層目を溶接した後に全く冷やさずに2層目を溶接しましたので、このような色ですが、普段ですとこのような色に簡単になります。でこれは試験の時と同じ 100A の 3mm ですので、このような感じで試験の際も仕上げてもらっても大丈夫です。これで今回の隙間が広い場合の裏波の出し方の紹介を終わりたいと思います。裏波だけではなく2層目や3層目の溶接方法も紹介しましたので、1層目から最終層までの隙間が広い際の溶接の参考になるかなと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。